こんばんは、モフです。今回は、RC のマンション1棟ですね、買った場合にいくら費用かかるのかっていうのを、説明します。実際にね、買ってみないといくらかかるかってようわからんと思うので、こんな感じでかかりましたよっていうのを実際の自分のちょうど1年前ぐらいですね、買ったんで、紹介します。で、4700万ぐらいで1棟買いました。これ結構安い感じで、多分市場だと7000万ぐらいですかね、ぐらいのものをちょっと2000万ちょっと安く買ってます。で、大体築16年で4700万で、利回りは11.5%ですね。大体月48万ぐらいですかね、入って、48、9ぐらいですかね、入ってきてて、4700万とかで多分都内でね、タワーマンションとか買っても40万も入らないと思うんで、結構いいですよね、この利回りだと。で、積算価格でいうと8000万ぐらいあって、で、固定資産の評価は5000万ぐらいですね。なので、実際ちょっとこの価格に対して固定資産税の税金高いんで、ちょっと費用は多めにかかってるかもしれないですね、普通の割合的には。こういうの買いました。で、どれぐらいお金かかんのっていうんで、これだけで済みはいいんですけども、実際もっとかかりますせっていうんで、仲介手数料ですね。これも物件価格の3%プラス6万ですね。これに税金1.8倍、0.8倍ですね。8%かかるんで、だいたい144万ぐらいかかりましたと。くっそ高いですけどね。でもこれ値切っちゃいけないですね。不動産屋さんの給料っていうか、その稼ぎなので、仲介手数料を値切るのはもう最悪なので絶対やっちゃいけないですね。絶対やっちゃいけないですね。絶対やっちゃいけないですね。3回目ですけど。値切りたくなるんですけどダメです。むしろ多く払ってもお金あげてもいいからいい物件を回してくれって言わなきゃダメですね。で、登記の費用は150、115万ぐらいですね。確か司法書士さんには15万ぐらいですかね、手数料。10万、15万ぐらいだと思うんですけども、残り多分税金ですね。登記するので登録免許税ってかかるんで、それだけでも、これだけでもね、250万以上かかると。くっそ高いですね。で、RC だから結構高いんですけども、木造だともうちょっと安いですね。で、固定資産税も41万円今回かかるんで、これの、前回の動画でも言ってますけど、日割り計算ですね。いつ買ったか、いつ購入したかっていうので、1年の半分経ったんだったら20万ぐらいになりますし、あのー固定資産で払った瞬間だったら41万かかるしっていう感じですね。で、また忘れた頃に不動産取得税というのが来て、これ3ヶ月後か4ヶ月後に来るんで忘れないように注意で、120万円かかりましたってことで、忘れる頃に来るんで、むっちゃ痛いですよね。こんな払いたくないんですけども。で、全部ひっくるめると、むっちゃ高くって、4700万円に仲介手数料に登録免許税に固定資産税に、これ毎年かかるんですけど固定資産税に、不動産取得税ですね足すと全部5120万円ですってことで、実際に見ると10%ぐらいですね。10%近くかかってますね。7%ぐらいって言われるんですけどもかかってますと。なので価格に対して10%から7%ぐらいは見ないと買えないですよっていうことで、実際の価格とは違うと。で今融資閉まってきてるんで、もしこれの4700万円の8割しか融資出ないんだとしたら、4700万円の8割で3760万しか融資出ませんってことになるんで、頭金2割入れるとしたら、プラス諸経費ですね、この分入れなきゃいけないんで1360万円現金がないと買えないみたいな感じになるんで、融資が閉まると、かなりきついですと。で僕これどうしたかっていうと、5000万円融資受けてるんで、120万円ですね。ここの分ですね。ここも今思えば、今計算して思ったんですけども、こう借りとけばよかったんですけども、あのくっそと思ってこれ見逃してたんですけども、5000万円借りたんで、手出し120万円でこれ買っちゃいましたよっていう感じですね。なので、ちゃんと今までずっと決算書のシリーズやってきてるんですけども、しっかり、決算書を作って、しっかりとした経営でいい物件買えば、4700万円の物件に5000万の融資とか受けるってことも実際は可能だったりするんで、そういう、堅実な経営をやって、これ融資受けるのに別にレントロール付加したり資産捏造したりとか何もせずにメガバンクとか公庫とかから借りてるんで、そういう感じで自分がやってる手法は、クリーンな感じで、ずっとやってきてます。な具合で、実際に4700万円の物件買うのにこんだけかかりますよっていう
脅しじゃないですね。しかもこれは固定不動産取得で忘れた頃に来るんで、これ注意ですね。これは全額払い切っちゃったらこれ忘れて払えないんで要注意が必要で、しかもすっげえムカつくんで、これでね税金どんだけ取られるんだっていうので、また売却したら売却益とかも取られるし、普段の所得税とかも払わなきゃいけないし、ちょっと税金との戦いっていうのはあるんですけども、しっかり利益を出してしっかり納税するっていうのを自分は進めています。はい。コメントいただければ嬉しいです。で、あと、高評価ですね。あと、LINE アットやってますんで、登録と YouTube じゃなくて、Twitter ですね。登録してもらえば嬉しいです。どうもありがとうございます。